to Skywalker Ranch. Thank you very much. Hello, good to see you. Welcome. Hello. Hello, nice to see you again. Japanese sake? Ah, Oh, thank you very much. Arigato. Oh! Like a couple of months ago. Yeah. なんだけども、飛行機だけはいつも全て。 one overall question we had about the style of the sound of the movie is how realistic or naturalistic the plane should be. Oh, okay. てかすごくリアルにやりたい。 Very realistic. Okay. だから架空の飛行機なんで、ジャズから全部架空の戦闘機っていうか架空の時代の架空の飛行機なので、ただ今ある技術を参考にして全部デザインしたのでリアルスティックにやりたい。今回のだからそのキャラクターが、まあ、絵で描いてるキャラクターがとても細かい人がしてる。だからこう立ってて、ね、でこう立ってて、とりあえず体が少しこう動いたりとか、要するにこうお芝居じゃなくて無意識の仕草、本人が意識していない仕草をなんとかこういうふうにしようと思って、だからものすごく繊細なお芝居を作らせてる、だからちょっとしたこうね、こうやった時の岸の音とか、そういう細かな生音、ホーリーをとても大事に今回はしたい。 That looks amazingly real. Mm-hmm. 今のと全然違う方法論で絵の方が作ってる。だからどうしても成功させたい。そのためにはどうしても効果の協力が必要なんだって言って、期待してるんだ。どうしても失敗しないから。 So he has like very high expectations. Right, it's all finished. I did all this in the last 10 minutes, so Oh, it's... okay. Um, 単にやっぱこっちに持ってくればね、お届けにリッチになるからっていうことだけだったら来ないと思う。だから彼らがいる間はまた来ると思う。彼らがだからそのハリウッド映画で培ってきたノウハウとかね、芸術的な問題だけじゃなくて、映画に携わるっていうふうなねことの中で掴んできた独特のものの考え方っていうのかな、それが非常に得難いものなので、まあなんだろう、やっぱり人間の魅力だよね結局ね、それに尽きると思うけどね。スタッフっていうのは監督の言うことに忠実であればいいっていうことではなくて、やっぱ何かを必ず足してくれるものなんだっていうさ、そういうふうなスタッフと仕事をしたいっていうことだよね。ボード修正して打ち消してもらえるか昼間のあれね、外に明るめな感じっていうやつで、ですね。だからノーマルよりちょっと明るくして、いいね、ちゃんとかっこいい。まあそうだね、難しいね、確かにね。馴染みすぎったら馴染みすぎ。あそこがブルー系とかに沈めてるから、スクリーンも同じトーンっていうのは確かにあるかもしれない。まさか草薙は赤はないよなとか言ったら監督の赤がいいとか言ってたから。ボーリングだっ
ったら黒いのなかなか今時哀愁があっていいぐらいの勢いがあったんですけど。黒だとさ、なんかどうどうってどうってか、なんか爆弾みたいに見えない？ごめんなさい。爆弾ちょろっと。それボコーンみたいな。バンみたいな。色気なくないじゃん、ちょっと。色気ありたいんですか？てかもうだってああいうボーリング場だからさ、とりあえずみんなを変えたいのね、一応それぞれ。それぞれが。黒が3個転がってるってちょっと。じゃあモスグリーンと濃紺と黒。あ、いいんじゃないですか。相談してくるってことはやっぱりポイントになると思ってるんですよね。聞かれるのが仕事なんで、お答えするのが仕事なんで。びっくりした。一応参考美術に近づけて色の調節はしていってるつもりです。コントラストかな。なんか電源水っぽいのはなんか入ってる。あ、それは入れてます。いやしっかりって。その銃で私を撃って。これはもう動きに対してずっと追っかけて、キーで完全に見た目の絵の世界で分離している、こういう例えば顔色とかもね、そういうの微妙に下から入ったりとかしてるからね。みんな閉めるのも同じように。同じですね。シャドウを閉めた場合、あ、はいはい。こういう。スクリーンで見てるって安心感大きいよやっぱ。あとは押井さん、それいいと思うけどね。あんなことあるでしょ。聞こえないですね。マイクのボリューム上げますよ。どうもお疲れ様です。いい仕事は早く一刻も早く上げてください。迷った場合はですね、何も考えずに書いていただければ、と同じようにスカイクローラーの成功を祈りまして皆さん、乾杯いたしましょう。乾杯。乾杯。みんなを笑わせようとしてます。現場すごい楽しいんですよ。アニメーターとしてはすごく幸せな環境だと思うんですよ。頑張ります。やるしかないです。割とみんな微妙な線を狙ってるんで、うまくいけばね、すごい映像になると思うんですけど、やっても効果がないってこともよくありますからそれはね、多分僕も押井守もやってみないと結果はわからないって、まあ毎回そうですけど、なるべくその手書きの感じを出したいと、そこはかなりこだわっているので、なかなか上げてももうちょっとってまあ大変です。いやもうこんなね、中入りなんかやってる場合じゃないんですよ。今日も戻って仕事しようかなと思ってたんですけどね。嘘ですけど。時間もなくなってきたことですし、ケアレスミスだけはないように、つまんないミスはなるべく少なく、各個人各セクションで時間の許される限り頑張っていきたいとかように思っております。監督がやっぱり身体からやっぱり若返ったなというのがあると思うんですね。やっぱり自分が分かる範囲内で映画を作るっていう枠が入ってた気がする。今回全部枠が取れたと思うんだよね。
ここからがやっぱ正念場だと思うね。やっぱり第4コーナーってあるけど、この第4コーナーに力を温存してね、ここからラストスパートでね、もうこれは多分無知を打たなくてもみんなもうラストスパートガーッと来てるんで、やっぱり勝つためにね、やっぱ苦しみっていうのも当然大きい山かもしれないけど、これ乗り越えてこそね、本当の意味でね、この作品やったなって、そういう感じじゃないの。スカイクローラーのですね、大成功とですね、皆さんの健康を祝して一本締めいかせてもらいます。よー、ありがとうございました。このとりあえず2枚。あ、ええ。おじさんが。真ん中のマイク。はい。それがでもいいんですけど。柔らかかったです。いや。だからもっとガチガチにするんだったら硬いスティックで。ええ。なんとなくね、なんていうの、全体がむしろまったりしてくるっていうか、刻むっていうよりもなんかわーんと、じゃあちょっともう一回。とにかく頭のいい人であると、面白い人です。で、言葉が、ボキャブラリーがとても豊富で、喋りだしたら止まらないし、1聞くと10返ってくる人ですからとても楽しいですよ。おしいさんから絶えずなんか新しいもの、それを知らないうちにもらってる感じですね。いつもそうなんですけど、楽器から決まっていきました。で、今回はハープでいきたいとおしいさんから要望がありまして、で、そのハープを具体的にどういうふうに使うかってことまでは決まってなかったんですけど、とにかくハープでできないだろうかという相談がありました。やっぱり何て言ってもその情緒感ですね。で、絵を見てなおさらそう思ったんですが、やっぱりその背景の空であったりとか街並みであったりとか、あるいはその時間ですよね、何時頃なのかとか、そういうのがいちいちグッとくるというか、で自分的には全体的として密度の濃い情緒感が出ればいいなと思ってました。動いてる方が見てたんですか？はい、わかりました。今の感じだと思います。それでもう一回もらっていいですか？やっぱりなんかイメージに合いそうなもので。じゃあもう始めちゃっていいんですかね。福田さんも、高橋さんもあれですよね。でも声を選ぶときってどうしてもそれぞれの人間の好みっていうかキャスティングですからね、女性の好みになっちゃうんですけど、演出上の4性ってやつがとりあえずあるので、
それに関して言うとですね、誘致に関してはある程度幅広いと思います。生徒がね、そうだとかなっていうか、一番先にその生徒で引っかかってるというか、眼目っていうか、わからないわけですね。何考えればよくわかんない。ある種非常にちょっと不安定ですね。生徒と誘致っていうのはこう、言ってみればバケとツッコミみたいな関係なので、そういう意味でやっぱ誘致は基本的には受けですよね。なんか声優の声でキャラを完成させてる感じですよね。だから押井さんの作品の女性度ってある種近いところはあるからさ。気持ちはい、あと3枚、はい。押井監督とまずこのお仕事を一緒にできたということを大変嬉しく思っていて、そして加瀬さんとまたこういうふうにまだお仕事を一緒にしてなかったので、こういったアニメーションで一緒にやれるっていうことは大変嬉しく思っています。押井監督は今まで紙面とかでしか知らなかったんですけど、すごい難しい親父だなっていう印象だったんですけど、実際会ってみたらものすごい優しいし面白いし、なんかすごいいい出会いになりました。どうした？オイル漏れみたい。何があったの？オイル漏れのようです。ひどくなりましたよ。本当に。あれ、ノイズ抜けるよなこれな。じゃあこれ全部して。二人ともそれでいいよ。すまん。ちょっとだけね。はい。ちょっとだけ。どうした？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 彼女は女性であって子供であって、そして軍人であると、そしてその大きな責任を担っているようなポジションにいる女性ということで、ただそういうところでありながら女性としての甘さであったりふわっと出てくる弱さである部分とかはとても女性らしいですし、人間らしいなと思う点で、そういったところは比較的感情がなぞれるというか、そういう部分ではそういうところも大事にしつつ、ただその両面ですよね。そういう部分で難しさを感じたりはしてますけれども、実際見ていてもかなりつかみにくいキャラクターなんですけども、恐ろしく冷めてるのと、すごい感覚豊かなところと、なんかすごく同時に合わせ持っていて、なんかすごいなんか不思議なバランスで成り立ってるような人に僕は見えるんですけど、それが物語を経ていくうちに気づいて、ある意味変わっていくっていうか。はい、モニターに向かって当てている写真、はい、それと、マイクの前でこうやったらあれですか、ちょっと赤面出そうとやってます。はい。ただいま。こっちの損傷はゼロ。
停止したまま動きなし。戦闘に関係ない質問ですが、よろしいですか？構わない。今夜のパーティーは中止ですか？これがこうなってですね、こうかぶるんです、星みたいな。おお。ちょっとやっぱ頭小さいな。あ、前髪が、よいしょよいしょ、ありがとうございます。おお。Warning! Enemy in sight! 2 o'clock same height! It's Zetsubai! 最初のセリフは気持ち上がるよな。絶対ちょっと6フレぐらい上げて。運転してもらおうと思って。お疲れ様でした。あ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうですか、終わって。なんかやり残したことはたくさんあるような感じです今。でもスタッフの方たちがいいものに仕上げるから信じてくださいっておっしゃってくれたので、あとはお任せしました。私もまだまだここもっとできるんじゃないかって思いつつも、やり残したことはたくさんあるんじゃないかと私も思うんですが、監督もやり残したことがあるぐらいでちょうどいいっていうふうにおっしゃっていたので、なるほどそういうこともあるかもしれないというふうに今思ってますのできっとすごくいい映画になるんじゃないかなと思ってます。もしかしたら今が一番わかんないのかな。初めて通してみたわけだけど、いよいよ採点の時期が来たっていう感じ。人がつけてくれるんだったらまだいいんだけどさ自分で答え合わせして、でその答え合わせの結果がね、客観的に見て妥当かどうかって誰も保証してくれないわけだ。それが監督って仕事でさ、自分の答え合わせで絶対正しいんだっていうふうに思ってる人間いないはずだよ。僕もそこまでの自信家じゃないから。だからそれがね、嫌な時期に来たなっていうことなんだろうね。916, the wind gust. Yeah, I've already done these binkies. Yeah, I have. Yeah, I have. Thank you. She's like, I was doing a D-Day proclaimer
You know what we don't have here, and I don't know, does Foley do a like shoulder bang on the door? We want to hear more wind. Okay. We already hear right now, but we want to hear more of it. Okay. But not like a gust of wind, but Yeah. like something comfortable and something that you're standing in the park Right. and like some nice breeze comes along. Okay. Yeah. Okay. That's the kind of wind that Yeah. we want to hear A all the gust way wind. till the end. All the way through Yeah. that scene. Right. Okay. 最後まで。ですよね。ビーズの最後まで。Because I pushed the wind that we had when her hair started to blow. There's lots of wind there, and then when her hair starts to blow, I sort of raised that the level of one. But we can we can certainly cut more. 2-minute video for his website. He just talks about the It's part of his style, and I was encouraged by that. There was a scene at one point where there was something that happened of significance, where two hands come together, and in America, where if you were to do that film, and I asked Oshii-san if he wanted some sound of significance for these two hands coming together, and he said no, he wanted to leave it silent, and then that kind of made me realize that it's okay to be silent. It's okay to have that space in there, and that was exciting because in American films sometimes you just try and fill up everything. You just try and put stuff in there because you're afraid of it not being exciting enough or something. So it was really encouraging to me when Oshii-san said no, he didn't want something there. He wanted to let the silence work, which I think is very bold. The point is to try and please Oshii-san, to try and help realize his vision. That's our goal, is to try and carry out his vision. And if we can surprise him in that and please him, then we've done our job. 押井さんが、特にね今回もそうですけどいつもオフとか含めて絵の中にいろんな間を作ってね音でいろいろできるところをやってくれてるのでそれはランディなりにこうそこを埋めてどう使うかっていう部分とトムの方はそこの間を生かした中でまた音を出そうとかもう少し聞こうとかってこととかちょこちょこやってるのでねやっぱその辺の受け取り方とかこう出し方がみんな違うところが感じられたのが面白いなと。音楽も割と静かにこうメロディーの方をメインですからそこと空中戦闘の中に絡むという部分ではですね、結構珍しいタイプ、だこれがうまくミックスできればかなりインパクトはその観客に与えられると思うんですよね。No cookies. No cookies. びっくりした。びっくりしたね。
ちっちっちっダメだやめちゃわかんないな、ちょっと太ってる、Saki? Okay. Good to see you again. Welcome once again to Skywalker. 吉井さんからどうぞ。Thank you very much. お疲れさん。お疲れ様でした。乾杯。ありがとう。I just want to say it's been a great honor and a great pleasure to have Oshii-san, Inoue-san, everyone from Production IG here at Skywalker. 3, go, and last one. Okay, let's go. Thank you. Perfect. いいんですか？そうだよ、もう特にないので、ベストを尽くしました。